別に、ね、好きになる気持ちは悪いわけでは南川さんないですよね。そう悪いわけじゃないですし、やっぱその長野さんのその気持ち、そのピュアな気持ちをね大事にしてほしいっていうのがやっぱ僕の気持ちですから、やっぱ完全にね、僕が今店長さんの話聞いて思ったのは、照れてるあやちゃんは。長野さん自信持って誘った方がいいと思うな。レオさんはどうしたらいいと思いますか？半年通ったって言ってるけど、それはあやさんが望んでやったことじゃなくて、あなたが望んでやったことであって、それ相手に押し付けるのは違うと思う。だから自分本位すぎる。もっと相手を思いやりを持ってするべき。ミリチャムさんもやっぱりそう。なんかこんだけやったからこんだけ返してみたいな感じのスタンスだなと思う。それって違うよねって。だったらじゃあ僕はそのカフェのところにまたバイトしに行って適切な恋愛というものをすればいいんですか？女性困ってるの方がって言ってるから、それやったら多分気持ち悪がられるよマジで。今あやさんがもう21でしょ、大学生ですよね、はい、でも就活だからってバイト辞めたりとかしたらもうどこでも会えないんですよね。逆に言えばでもその1年はあるっていうことだと思うんで、ポジティブなんかい、みんなで遊んだらいいやん。なんでそんな嫌なの？みんなで遊ぶの。やっぱその2人で行きたいですよね。店長はあやさんが少しでも長野さんになんか好意はあるっていうところは同じ男性としては思わないですか？全く思わないですか？相手を思う気持ちっていうのをすごく大切に持ってほしいなとは思ってるんですね。本当に困ってるだけなんです。本当に困ってるだけなんです。気持ちを持つなっていうふうに私も言ってるわけではなくて、あやさんのことが好きで大切に思っているんであれば、やはり今話にもあって、相手の自由とかこの幸せっていうのを尊重することから愛情っていうのは生まれてくると思うので、彼女のことを大切に思ってるんだったら、彼女の幸せを大事に思ってあげるっていうのが本当の長野さんの優しさなのかなっていうふうに思う。確かに店長さんも半年付き合ってその悪い人ではないって私も分かってはいるつもりだったんですけど、店長だけの言葉でやっぱりちょっと信じきれない部分はちょっとどうしても僕にあるので、直接あやちゃんに会って話はしてみたいなっていうのはあるんですよね。会って話を聞きたい。はい、直接聞きたい。でもお店行ってんすもんね、毎日。でもさ、それが気使えてないんじゃないの？電話出たくないって言ってんだから、話したくないって言ってんだからなのに話しに行くってどうなの？絶対この企画があったことを店長はあやちゃんに言うだろうから、長野さんとなんか番組出て電話で話してあったらマジのその会話がワンクッションあって、でそこに行くわけじゃないですか。長野さんがあやちゃんははっきりしてくれるんじゃないですかね。直接じゃなくてもこういう場でなくても電話でもいいので、話だけでも聞いてみたいっていうところがありますね。もう本人に会わなくてもいい、電話でもいいから、はい、本人の言葉で聞いてみたい。店長どうですか？それはちょっと気まずいと思いますね。そりゃそうですよね。困ってるって言われてるのが一番の答えじゃないですか。なんでここまで聞いて自分の気持ちをさ、もうちょっとさできないの？こう相手の気持ちを考えるってことが。皆さんはやっぱここでの話しかないから分かんないと思いますけど、やっぱ半年通い詰めてあんだけ仲良く話してたっていうのは僕にしか分からない経験だと思うし、自分の中でどうしてもやっぱり思っちゃうんですよね。じゃあ何のためにここ来たの？自分しか分かんないって。いや、それはやっぱそのデートの誘いの方でやっぱ来たので、誘い方とか。うちらが何言っても曲げないじゃん。俺はもうそのグループ交際しかないと思うよ、最初。びっきりで遊びに行くのではなくて、いや、まあその果てにそれはあるかもしれないけど、とりあえず差しはいきなり難しいんでしょ。ミリチャムさんもここまで来るとグループもきつい。来ないんじゃないと思う。ここでだけしか見てないのにっておっしゃったけど、ここでだけ見てるだけでやのに長野さんのやばさがちょっと伝わってくるというか、自分のことしか考えてない。でこのオンエアを見た時にあやさんはどう思うかってちょっと考えた方がいいんじゃないでも南川さん、ちょっと男性からしたら難しいですよね。そうですね、その淡い気持ちっていうのはね大事にしていただきたいけれども、でもまあいろいろ話聞いてたらかなり長野さんがね劣勢になってる状態でね、僕は長野さんの味方ではあったけれども、長野さんに一つアドバイス。はい、まず就職かな。就職しちゃったら毎日通えないですよ。いやでもね、やっぱり就職して頼りがいのある男っていうのをまず見せた方が、その店長ももしくは他のバイトさんも納得するんではないかなっていうことで、一旦期間空ける、これ大事かもしれませんよ。もう通いすぎてもしかしたら困られてるんやったら、一旦あれ山本さんどうした？い
一旦こう3ヶ月ぐらい就職活動とかいろいろして就職した時に一旦あれぽっかり穴が開いている、このぽっかり穴が開いてる穴は何だ、最近長野さんに会ってないからだっていう本当の気持ちに気づくと思うんですよ。だからだからそういう意味ではやっぱり就職した方がいいですよ、長野さん。一旦なんか行くのやめた方がいいかも。押して引くみたいなことっすよね。そうそうそう、押し引きは大事ですから。あえて自分が身を引いて、そう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 。彼女に穴を作る。そう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 。駆け引き作戦の話になってきましたので、一旦ちょっと店長お忙しいのでここで切らせていただきたいと思います。店長すいません、お忙しい中何か伝え忘れたこととか言い残したことなどありますか？大丈夫ですか？いえ、とんでもございません。ありがとうございます。特に私からは大丈夫です。すいません。ありがとうございます。はい、すいません店長お忙しい中ご出演ありがとうございました。はい、すみません。あはいりがとう失礼いたしございまます。だいす。はい、ぶ優しい失礼いたします。だいぶしっかりとされた方だね。こういうことだよな、大人の余裕って。今回ご協力いただいた店長は本当に勘違いではなくて店員さんと付き合ってるわけではないですからね。それはもう信じることにします。はい、南川さんの先ほどの駆け引きとかはい。どうですか？やっぱりだから僕もやっぱそんなに恋愛経験豊富な方ではないので、そのやっぱ男女の駆け引きっていうところは疎い部分はあるので、お話はぜひ聞きたいなとは思うんですけど。ちょっと聞きましょうよ。レオさんだったらどうですか？こういう駆け引きされたらちょっと気が向くんじゃないだろうか。その人の大事さが分かる期間っていうのはやっぱ必要じゃないですか。やっぱりそのおっしゃったようにちょっとだけ期間空いて相手のことを考える時間が多ければ多いほど意識しちゃうんじゃないかなと思います、私は。ってことはやっぱりなるべく通い詰めてってことじゃなくて、そういうことじゃなくて、聞いてへんのか。長野さんがいない時にいかに長野さんの存在に気づかせるかが大事なんですよ。強弱が必要なんじゃない？ずっと強かったらもうなんか嫌になってきません？ずっとグイグイ来られたら。忘れられちゃいそうな気がしてちょっと怖い。それ明可愛らしい考え方。多少 OK な人に好きって言われるのは悪い気持ちはしないですよね。多少 OK。多少 OK に入ってないんじゃないですか。なるほど。離れて大事さに気づくみたいなのが成功するのって日常に入り込むレベルでガンガンいってる人なんですよ。今の状況って仕事の一環になってるから日常に入り込んでるわけじゃないんですね、その人は。毎日行っても。それは仕事だから女の子からしたら。例えばで言うと人が亡くなった時に大事さに気づくっていうのと一緒で、日常に入り込まないと引いてもそれは成功しない。もう忘れるだけ。具体的にその日常に入り込むって例えばどういうシーンでしょだからそれこそ本当に毎日一緒に遊んでたのにパタッと連絡なくなったとか、簡単に言うとね、電話をしてたのにその習慣がなくなりましたと。この人と何かをするっていう習慣がいきなりなくなったことによって日常の例えばトイレに行くっていう行動がなくなったりすることと一緒だから、それにまずならないと引くっていうのは成功しないと思う。まず友達にならないと立場変わらないとダメってことですよね。店員とお客の立場からそれを始めるってなったら、常連になるところは一ついいにしてもプライベートの関係を持つ必要がある。じゃないと引いても意味ないと思う。かといって出待ちとかは多分やめておいた方がいい。ですかこれね。はストーカーです。福さんのおっしゃってたように本当グループで行くしか今方いや法ないんもうそれしかですかね。ないと思うんですよ。他の店員さんで協力してくれそうな方はいると思います、そこは。あそうなんやはい、やっぱ恋愛がみんな結構好きなので、女性の、店員さんも多いし。32歳フリーターの毎日通ってるやつがその大学生の店員と恋バナしてる場合じゃないけど、皆さんお厳しい意見が言われてしまったので、そこは結構いい経験になったなとは思うんですけど。お三方は多分相手は好きじゃないよっていうことで、お話しされてるんですけど、改めてその情報がじゃあ正しいとした上で今までのそのやり取り、向こうの接客とか自分への接し方っていうのは振り返ってみていかがですか？あやちゃんのその接客はもし本当にお店としての対応っていうんだったらすごいなって思いました。私はここまで本気にさせるほど好意的な接客ができるっていうのはやっぱりすごいなって思うし、一方でやっぱり彼女の気持ちに気づけなかったのは反省だなっていうのは、そこはやっぱ正直あります。ここまで言われてしまうと自分が間違ってたのかなとは思うので。好きな気持ちっていうのはそれで収まるんですか？南川さんがそのおっしゃっていたその駆け引きのところっていうのはちょっと自分はまだまだのところがあったので、そういうところをちょっと勉強して女心を知ってこれからもちょっと頑張っていきたいなとは思います。はい、そろそろお時間が来ました。討論も終了となりますので、皆さんに一人ずつ感想などをお聞きしていこうと思います。ではレオさんいかがでしょうか？
絡があって関係がまた始まってしまったっていうのが、私は元カノが彼にちょっかいを出してるのが気に食わない。家の前で女が出てきて、その元カノがきしょいですよね。気持ち的なことだから、それはそういう問題じゃない。なかったとしてはしょうがないじゃん。しょうがないって何？言ってないことがあるんですけど、なんで今振りるの？ここで決定はできないです。こういうことになってしまったら。収録の時間もありますので、収録の方はちょっと期間を空けるっていうのをおすすめされてて、それもいいんじゃないかみたいな感じになってるじゃないですか。その会えない期間に長野さんは自分を磨いちゃえばいいんですよ。だから次会った時に、あれこの人こんなかっこよかったっけってなったらいいんですよ。だからこの会えない期間にスペック上げちゃいましょう。客観的に見ていい男、で自分のいいところをもっと伸ばしていった方がいいんじゃない。その好きな気持ちをそんだけ表せる人なんやったら、他にももっとできることあるはずやし、いいとこ絶対あるから、そこをどんどん伸ばしていっていい男になったらいいんじゃないかなって思います。終始ね、長尾さんの寄り添ってね、今日はやっぱ3人が厳しかったから、僕とは多分かなり恋愛経験似てると思うんですよ。でも結構女性に対して勘違いしてしまうというか、女性に対して勘違いしがちなんですよね。就職です、僕が言えることは。もう本当に就職、そのフリーターがね、もう時給で働いてる男はちょっと厳しいと思います。しっかりと認識して、女性に対してやっぱりその丁寧にしないと。自分を理解するって大事で、その客観視することもすごい大事だと思うんですね。引くのがどうとかっていうよりも、まず相手の立場になって考えるっていうのを覚えた方がいいと思います。あやさんからした自分との年齢差を考えた時に、自分よりその年上の女性がフリーターで私は自分は興味ない場合、それはこう無理やろいうことをされた時にどう思うかなとか、そういうのも考えた方がいいと思う。逆の立場になって、自分を客観視できない人って大体なんかやばいから。そんなにフリーターってやばいですか？21から見て32のフリーターは私は惹かれないです。逆に収録でバイトする暇あったら就職したらええやん、俺はみんなのそのグループ交際も俺は一個手やなとは全然思うんです。まだいけます。全然別にまだ現状迷惑って言われてないから、普通にいいお客さんとして行ってっていうのは全然やってもいいと思うし、それプラスやっぱ就職はした方がいいんちゃうとも思いますね。はい、リクルートスーツやんっていうだけでもだいぶ変わると思う。そうですね。これから就活行ってくんねんみたいなノリで行ってでもいいと思いますしね。自分の気持ちばかりだったらもう大人じゃないよとアドバイスでした。参考になさっていただければと思います。本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。